爆弾をばらまいて木を攻撃しています。プリミティアプレイヤーエールです。今回は爆撃機を作ってみようと思います。以前にも作りましたが、大量の爆弾を搭載してたくさんばらまいてみたいので、うまくできたらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずは爆弾部分からですね。こんな感じでロケットエンジンに松ぼっくりと木、火薬を組み合わせたものを貼り付けて噴射してみると、おっと、吹き飛んでいきました。こうならないように噴射口をギリギリに取り付け直してもう一度試すと、落下した後、木の棒にゆっくり引火して時間差で爆発してくれました。さらに強くするためにもっと火薬の量を増量して10キロの火薬に変更します。この大きさならよし、なかなかの破壊力です。この爆弾を全部で10個、合計重量100キロに増やしましょう。これをすべて落とせる量の燃料を取り付けて電気を流してみると、リズミカルに爆弾が落下して派手に爆発しました。これなら爆撃用の爆弾として十分使えそうなので、こちらを地面に斜めに固定して飛行機を作っていきましょう。爆弾を落とした時に機体が乱れないようにベアリングを挟んだ操縦席をつけて、翼はかっこよく斜めの軸を使って角度をつけて取り付けました。わずかに上腕角もついています。さらに3つの接点を切り替えられるロータリースイッチと推進用の二重暗転プロペラも取り付けましょう。それからプロペラの回転プラス爆弾の投下、オフの3つの配線をくっつけて仕上げにバッテリー発砲を取り付けました。早速プロペラを回してみると、ちゃんと回っています。回転数を測ってみるとだいたい 100rpm くらいでした。これなら飛んでくれそうです。そして爆弾投下のスイッチを入れるとしっかり投下して大爆発です。このままでは機体が崩壊してしまうので、早速飛んで空中から投下してみましょう。100キロの爆弾を積んでいるにもかかわらず、いい感じに滑走して離陸してくれました。飛行は問題ないみたいです。ここで爆弾を投下すると、いい感じに10個の爆弾をばらまいてくれました。しかしそのまましばらくすると、爆発のダメージを受けて機体が壊れてしまいました。途中で爆弾同士が接触して空爆しているせいだと思ったので、木の板を使った誘爆防止のガードをつけてもう一度試してみましょう。爆弾を投下した後、ダメですね。結局誘爆は防げないみたいです。木の板を外して飛行機のコントロールの方でなんとかしてみましょう。爆弾同士が接触しづらいように上昇している状態で爆弾を投下すると、よし、爆弾が爆発しても機体が壊れていません。上昇しながら投下すれば問題ないみたいです。ここでせっかくなのでプリミティア公式ディスコードサーバーから黒さんが制作した1000メートル高度表示中の設計図をお借りして高度を確認しながら木を狙って爆撃してみましょう。まずは高度60メートルくらいから爆弾を投下してみるとダメですね。なかなか当たりません。爆発の範囲は結構広いですが高度がある分狙いづらいので
当てることができません。もっと高度を下げながら爆撃を続けていきましょう。そして高度30メートルほどから落とすと爆弾をばらまいて木を攻撃しています。ちょうどいいところに落ちた爆弾が次々に爆発することで3本の木を破壊することができました。爆撃成功ですね。次は小さな並んだ木です。こちらも着弾位置が近ければ大きな爆発範囲に巻き込んでだいたい破壊できました。次はドローン工場の壁です。こちらは耐久力が高いせいか何度やっても破壊するだけのダメージを与えることができません。ダメージは入っているんですが爆弾はかなりばらけるので全ての爆発を当てるのは難しいみたいです。続いて風力発電機を狙いましょう。こちらはさらに耐久力が高いので与えるダメージはゼロです。それでも何度も爆撃を繰り返すことで不自然に高くバウンドした爆弾が爆発して風車を破壊することができました。それでは次はこちらの雑魚キャラの大群を狙って爆撃機で攻撃してみましょう。果たしてどれくらい倒すことができるんでしょうか。うまく雑魚キャラに当たるように爆弾を投下してみると一気に爆発して綺麗に吹っ飛んでいきました。処理落ちして動作が重くなっていますがこういう敵にはもってこいの兵器です。ちなみに私の視点だとこんな感じです。スイッチを入れて進んでいくとちゃんと離陸した後安定して飛んでいきます。だいたい最高速度は秒速8メートルくらいでした。そのまま上昇してクロさんの1000メートル高度表示中で最高高度を測ってみると爆弾の重さもあるのか低めの100メートルくらいでした。今度は移行しながらスイッチを切り替えて爆弾を投下すると地面まで落ちた爆弾が爆発して雑魚キャラを仕留めることができました。それでは最後は爆撃機に乗って遠くの島まで爆撃に行きましょう。上からの視点にしてバッテリーが切れるギリギリまで進んでいきます。そろそろ限界なのでここで爆弾を投下しましょう。ちゃんと爆弾をばらまいています。その後爆発して下の木を破壊しましたがカメラからは見えません。そしてここでバッテリー切れです。陸地に戻ることができず海に不時着してしまいましたがここは私の泳ぐ力で海岸まで運んでいきましょう。よし、なんとか運べました。ここでなぜかベアリングが暴れて機体が壊れてしまいました。でもここまで来れたのでよしとしましょう。それではたくさん爆弾を落としてお腹も空いてきたのでスライムを捕まえてきて燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも食べ頃になったので食べてしまいましょう。もちろん今回頑張ってくれた爆撃機さんにもお裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったらチャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなどコメントもお待ちしていますね。それでは皆さん、まー